の動画内容はデカールの貼り付けとトップコート、グリップを組み立てて飾り巻きとガイドラッピングを経てロッドとして完成するまでです。こんな感じのスピニングロッドで防波堤やテトラタイからメバル、アジ、カサゴ、小型のシーバス、小型のキジハタなどを対象魚に 0.6g から 2g 程度のジグヘッド、5g 程度までの小型プラグを扱うことができるロッドです。テプラでデカールを印刷します。金色と白色の2色で失敗分も考慮して2セット分を印刷します。ハサミで不要部分を切り取るとこんな感じです。適当な容器に水を少量入れ、すべてのデカールを水につけます。少し時間を置き、十分に台紙が水を含んだら容器を少し傾け、水からデカールを引き上げます。つけたままにするとデカールが台紙から剥がれてしまうので注意してください。マークセッターを使ってデカールを貼ります。マークセッターを塗布し、デカールを乗せ、位置を調整し終えたら綿棒やティッシュペーパーで余分な水分を吸い取り定着させます。ロッドエンドキャップに貼り終えたのでブランクにも同様に貼ります。すべてのデカールを貼り終えるとこんな感じです。このまま触らないように4時間ぐらい乾燥させます。乾燥したらこんな感じにマスキングします。デカールを貼った部分をオートクリアーでオーバーコートし、デカールの剥がれ止めとします。いきなりウエットコートするとデカールにシワが入ったり端がまくれたりするので、ドライコートで塗膜をつけてからウエットコートします。このオートクリアーの塗膜は足付けをするのでそれなりの厚さに塗装します。足付けのサンドペーパーを当てたくない部分にマスキングします。KN フードはフード部分、リールシートはマスキングしません。ティップ側ブランクはチューブラー部分にマスキングし、バット側ブランクは2箇所の塗装面、デカールを貼った部分の両端にマスキングします。600番のサンドペーパーで足付けを始めます。デカールの段差や異物等を削り取ることが目的です。こんな感じのやつです。なので全体的に当てる必要はありません。異物や段差がある程度取れたらサンドペーパーを1000番に変更して全体的にサンディングします。ロッドエンドキャップはトップコートしないので足付けはしません。リールシートに KN フード、カーボンソリッドティップと接続部の補強、バット側ブランクのデカールを貼った部分、これらに足付けできたら中性洗剤で洗い、乾燥したらこんな感じにマスキングします。トップコート専用クリアー、エコロック、ハイパークリアーを吹き付けます。ドライコートで吹き始め、ウエットコートでツヤを出します。他のパーツも同様に塗装します。ハイパークリアーだけでなくトップコート専用クリアーは肌伸びが良く平滑に仕上げやすい塗料ですが、垂れやすい側面もあります。厚塗りすると垂れる危険性が増すので、あまり厚塗りせずツヤが出たらやめてしまうのが無難です。オーバーコートとトップコートの使用塗料や塗装条件などの詳細は概要欄に載せておくので、詳細を知りたい方は確認してください。塗装が硬化したらリールシート取り付け位置の後端にマスキングテープを貼ります。アーバーは試造していたコルクリングです。そのままではマスキングテープの位置まで入らないので内径を拡大します。内径の拡大にはグリップリーマーを使います。少し内径を拡大して再び仮組みします。ちょっと硬いようですが一応入るのでいいことにします。アーバーとブランクを5分硬化型のエポキシ接着剤で接着します。主材と硬化剤を等量取り出しよく混合します。アーバーの位置を少しずらし混合したエポキシ接着剤を塗布します。アーバーを回転させながら所定の位置に移動します。余分な接着剤を拭き取ります。リールシートの全長から2つのアーバーの厚さを引き、アーバー間の長さを計算し、
それより少し短い値でマスキングテープを貼ります。ここがもう一つのアーバーの位置です。先ほどと同様に内径を拡大し仮組みします。リールシートを並べて確認します。大丈夫そうなので5分硬化型のエポキシ接着剤で接着します。マスキングテープを剥がししばらく静置します。接着剤が硬化する時間を使って KN フードを組み立てます。テサテープを細切りにして K ナットをかさ上げし EVA の看護を調整します。仮組みして確認します。きつすぎず良さそうなのでトップリングをはめてみます。ゆるゆるでダメそうなのでかさ上げすることにしました。こんな感じに3点にテサテープを貼り再度仮組みします。良さそうなので接着します。接着剤は30分硬化型のエポキシ接着剤です。 EVA の接着面に薄く塗り伸ばし K ナットにも接着剤を塗布します。接着剤が塗布できたら EVA と K ナットを組み合わせます。はみ出した接着剤はアルコールを染み込ませたティッシュペーパーで拭き取り除去します。トップリングを接着する部分の EVA に接着剤を塗布しトップリングにも同様に接着剤を塗り組み合わせます。はみ出した接着剤は竹串でかき落としてからアルコールを染み込ませたティッシュペーパーで拭き取ります。マスキングテープで固定し硬化させます。ブランクを天板に取り付けアーバーの外径を 15mm に削ります。だいぶ削れたので測定します。 13.5mm 取りすぎました。こんな風にならないように気をつけてください。悩んでももう戻らないので続けます。早めに測定し削りすぎを防ぐことにしました。測定と切削を繰り返して寸法を出します。 15mm になったので溝を加工します。リールシートを接着するときに接着剤を保持するための溝です。削りすぎたアーバーにはテサテープを貼りました。こことここです。マスキングテープをブランクに貼ってバインディングチェックが中心から外れないようにしています。きつく調整するとロッドが曲がった時に負荷が集中してブランクが折れるので緩めにしています。リールシートを接着します。30分硬化型のエポキシ接着剤を混合しアーバーに塗布します。テサテープの側面にも漏れなく塗布します。接着剤が塗布できたらリールシートを回転させながら看護します。回転させながらスパインとリールシートの背面を合わせます。はみ出した接着剤はアルコールを染み込ませたティッシュペーパーで拭き取ります。スクリュー側ははみ出していません。取り付け位置をよく確認しいいようならスクリュー側端に接着剤を塗りワインディングチェックを取り付けます。はみ出した接着剤を拭き取るとこんな感じです。バッドエンドのスパインを示すマスキングテープを剥がし硬化するまで静置します。リールシートの EVA 接着面に足付けします。サンドペーパーは320番です。30分硬化型のエポキシ接着剤でリアグリップを接着します。リアグリップ内側とリールシートブランクの接着面に接着剤を塗布し組み合わせます。はみ出した接着剤を拭き取ったらリアグリップの終端に接着剤を塗布しワインディングチェックを取り付けます。はみ出した接着剤を拭き取り硬化するまで静置します。飾り巻きの下巻きと玉口の補強巻きをします。下巻きに使うスレッドは A スレッドで黒色と灰色のダブル巻きです。細かいことは気にせずとりあえず巻いてしまいます。ハイトをカットしバーニッシングスティックで軽くこすると修正できます。こんな感じです。
長らく放置していた印籠継ぎの玉口もマスキングテープを剥がし補強巻きをします。補強巻きもエイスレッドです。テサテープで作ったテンプレートを下巻きに貼り、ミスターカラーのシルバーと竹串を使ってダイヤモンドラップの交点をマーキングします。交点のピッチは 6mm で、反対側は 3mm ずれています。ダイヤモンドラップの基本巻きを巻きます。支点の糸をマスキングテープで留め、交点に糸が乗るように巻いていきます。スレッドは A スレッドです。端まで巻いたら折り返して巻いていきます。一応交点に乗せているのですがずれてしまいますね。やっぱりハンドロッドラッパーがいるのかもしれません。手元まで戻ってきたら折り返すためにマスキングテープで固定します。固定できたら2ラップ目を巻きます。こんな感じに基本巻きの前後に交互に巻いていく感じです。1色目の5ラップが巻き終わりました。2色目が終わるとこんな感じです。1色目の外側に2ラップしています。3色目です。こんな感じに指で今まで巻いてきたラップに寄せながら巻いていきます。最後にシルバーを巻いてダイヤモンドラップ完成です。やっぱり曲がっちゃいました。クリアーラインテープでダイヤモンドラップの支点と終点を固定します。今まで固定に使っていたマスキングテープを剥がし、いらない糸をカットしたらフィニッシングモーターに取り付け、エポキシコーティングしていきます。ロッドエンドキャップにコーティングし、バーナーでエア抜きします。ダイヤモンドラップにコーティングします。コーティング剤を適当に塗ります。ある程度全体に塗れたらドライヤーで加熱し、エポキシの粘度を下げます。粘度が低いうちに修正して平滑にします。セパレート部分のラッピングなど他の部分の飾り巻きや印籠継ぎ部分の補強巻きも同様にエポキシコーティングします。コーティングが硬化したらクリアーラインテープを剥がします。コーティングされていない部分のスレッドを切除し、ここを固定巻きで隠しコーティングします。コーティングが終わるとこんな感じです。線形 0.8mm のステンレスバネ線でフックキーパーを作ります。丸ペンチとペンチ、ラジオペンチで曲げ加工して作りますが、鉄合金は非鉄合金に比べて繰り返し曲げ荷重に弱いので、失敗して曲げ直すとかなり弱くなってしまいます。失敗した場合は何度も曲げ直すのではなく、新しく作り直した方がいいと思います。曲げ加工できたらペンチで必要な長さに切断します。ダイヤモンドカッターで切断面を仕上げ、ブランクと接する部分に平面を作ります。反対側をテーパー状に切削し、スレッドが巻きやすいようにします。ロッドエンドキャップはコーティングが硬化したら接着するための足付けをします。サンドペーパーは180番です。足付けが終わったら持ち手を切断します。5分硬化型のエポキシ接着剤でロッドエンドキャップを接着します。事前にワインディングチェックを通しておきます。ブランクの内側とロッドエンドキャップの環合部分に接着剤を塗布し、回転させながら組み合わせます。ロッドエンドキャップの向きを合わせて硬化を待ちます。接着剤が硬化したらバットグリップがつく部分のブランクにテサテープを巻いてかさ上げします。バットグリップを仮組みして確認します。良さそうなので同様にもう1箇所巻きました。5分硬化型のエポキシ接着剤でバットグリップをブランクに接着します。テサテープを巻いた部分に接着剤を塗布します。表面だけでなく溝になっている側面の部分とロッドエンドキャップにも忘れずに塗っておきます。バットグリップを回転させながら組み合わせます。接着位置を調整し、余分な接着剤を拭き取ったらワインディングチェックを接着します。バットグリップがつくと
こんな感じです。ガイドは11ガイドで、標準的なロットに比べて径が大きく、数が多いのが特徴で、トップガイドはヒップのガイドより1つ大きいものを選んでいます。これらは PE ラインを使い、ノットをガイド内に引き込んでキャストする前提と、ポールでのライン放出を優先した結果です。ガイドフット先端は削っておきます。終わるとこんな感じです。フックキーパーをマスキングテープで仮固定し、C スレッドでラッピングします。ライン放出の妨げにならないように、グリップに近いところに設定しました。バットグリップの前側も A スレッドでラッピングします。KN フードを取り付けます。バットガイドをつけてしまうと入らなくなるので気をつけましょう。ティップ側ブランクのガイド取り付け面を出します。マスキングテープを貼り、平面の上で負荷をかけて回します。コリッと回るところの中央がスパインの反対側です。印を入れたところです。トップガイドがトップコートの影響で入らなかったので、320番のサンドペーパーで塗膜を削ります。入るようにできたので接着します。接着剤はメタルロックです。 A 剤と B 剤を同じ量絞り出し、混合し、ティップ先端に塗布します。トップガイドを回し入れたら、余分な接着剤を拭き取ります。トップガイドをガイド取り付け面の印に合わせて保持し、硬化させます。ガイドをマスキングテープで仮固定したら、ガイドラッピングします。ガイドの選択や配置には特に決まりはないので、自分の使い方や好みで決めることになりますが、一応破損しにくい配置などありますので、このロットの配置を解説します。これが今回のガイド配置です。赤い矢印がソリッドティップとチューブラーブランクの接合部、黄色い矢印がインローシンの先端です。これらの部分は強度の変化が想定される場所ですので、ガイドを配置します。ちょっと見にくいと思うので、先端部分を拡大します。A より B のが長く、B より C のが長い、よく言われるリールシートに近づくほど間隔を広く設定するに当てはめていますが、もう一つ A より B のが硬く B より C のが硬い、これにも当てはまるように、かつ赤い矢印と黄色い矢印の部分にガイドを配置するの全てを満たすように設定しています。ガイドセッティングに正解はありませんが、破損の原因になる場合があります。不安な場合やわからなくなってしまった時は、富士工業の参考ガイドスペックで配置するといいと思います。そして K の区画、キャスティングする前提ですが、ここは J より強く長ければいいわけではありません。ここの長さはバットガイドの内径と関係があります。短くなるほどバットガイドの内径を大きく、小さなガイドを使いたい場合は長くする必要があります。富士工業の参考ガイドスペックには記載がありませんが、実はよくできていて、一般的なグリップ調の範囲なら問題ないようになっています。ガイドラッピングが終わったらコーティングします。バットグリップ前側の飾り巻きから始めます。エポキシコートはまたぎバリーコートです。多めに塗っておいて、ドライヤーで加熱、流動性が増したエポキシコートを修正していく感じです。フックキーパーのコーティングはかなり多めに塗布しないと隙間に吸い込まれて足りなくなってしまいます。余剰分はドライヤーの加熱で落ちるので、かなり多めに塗布します。修正はエポキシコートの表面張力で引っ張る感じです。ガイドコーティングはバットガイドから始めます。方法はフックキーパーの時と同じです。バットガイドから始める理由は、エポキシコートの粘性が時間経過で変化するためです。ガイドフットが大きく、スレッドとの隙間が大きいので、混合後時間のあまり経っていない粘度が低いエポキシコートを使わないと、大きな隙間に流れにくくなり、完成後の耐久性が悪くなる可能性があります。トップガイドに近づくにつれ、フットは小さくなり、隙間も小さくなるので、多少流動性が落ちても浸透させやすくなりますし、
そもそもティップ付近のガイドに大きな力は加わりませんので、弊害があまりありません。ソリッドティップのスレッドは夜間の視認性を考えて蛍光ピンクにしています。夜間見にくい時にブラックライトを当てるとよく見えます。エポキシコートが硬化したらフィニッシングモーターから外します。ロッドの重量を測ります。約 62g です。リールをつけて糸を通し曲げてみます。軽い負荷だとこんな感じ。ソリッドティップの継ぎ部分も含め急激に曲がる場所はなさそうです。さらに負荷をかけます。もうソリッドティップはほぼまっすぐになっています。これが吊り下げ荷重 200g、負荷方向90度の曲がり方です。インロー継ぎもうまく曲がっています。こんな感じに 100g のメタルジグを2個グリップ水平で持ち上げてます。マグナムクラフト AJX5919 6フィート8インチライトソルトロッド完成です。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。